フロードミニバンとしての要素を積み重ねた結果、オンロードが強くなってしまう。床まで踏みます。こんにちは、ニニキです。はい、ということで今日は夜の首都高大黒パーキングエリアにデリカ D5 を持ち込んでいます。デリカ D5 といえばオフロード、キャンプ、雪道などなど完全にアウトドアのイメージをお持ちの方が多いと思います。ただ、実はデリカってオンロードを走るのがとても楽しい車なんですよね。以前の動画のコメントでもデリカって実はワインディング楽しいですよねっていう声をいただいていたりします。ということで、今回はあえてオフロードとは真逆のステージ、夜の首都高でデリカ本当はオンロード楽しいんだよっていうのを確かめていきます。はい。今ここは大黒パーキングエリア。ここを軸にちょっと周回をしていったりだとかしてですね、デリカでオンロード、デリカで首都高を走る様子をですね、お届けしていきます。はい。では早速行きましょう。4区に切り替えます。4WD ロック。パーキング解除。では行きましょうか。今日は火曜日の夜なんですけども、大黒はすごい賑わってますね。外国人の方も結構いて、非常に活気があります。本線に合流していきましょうか。そんでまずデリカのオンロードで楽しいとこ一つ目がターボの加速感にあります。はい、マニュアルモードに入れますね。今2速。ここ曲がったところからドカッと踏んでみます。はい、2速1000回転から、はい、踏みます。はい、ちょっとつい加速しすぎましたけども、この2000回転超えてからのターボのフィーリングがめちゃめちゃいいんですよね。こう背中をシートに押し付けられるような加速感があって非常に楽しいです。あとちょっといまいちマイクが入ってるか、マイクに音入ってるかわかんないですけども、こう吸気音が結構室内に入ってきていいんですよね。ちょっと一回窓開けてみますか。こんな感じで吸気音が室内に結構入ってくるのが楽しいポイントですね。はい、合流します。はい、この加速感、この加速感もなんかただのリニアに加速していくっていう感じというよりは、2000回転付近くらいからターボの火球が立ち上がって、そこからよりパワーが出る感じが非常に野生的というか、機械に乗っている感があってとても楽しいっていうのがエンジンフィールのところで、デリカ D5 のオンロードが楽しい理由一つ目ですね。じゃあこのアクセル踏んだ感じだけなのかと、楽しいポイントそこだけなのかっていうとそうではなくて、コーナリング性能が結構面白いっていうのがデリカの特徴ですね。
僕も今まで J11 のジムニーだったりとか、そういう本格的な黒缶に乗ってきたので、ここは結構意外だったんですけど、この手の黒缶車ってどうしてもまず車の前高が高くなるっていうことは、その分だけコーナーでロールするから、まあ何でしょうかね、こう倒れる感覚、倒れてしまいそうになるような感覚があって、なかなかコーナー曲がりきれない。なので、ちゃんとしっかり速度落としてからじゃないとコーナー曲がれないよねみたいなのがあったりするんですけども、デリカで言うと、なぜか曲がれてしまうっていうのがありますね。例えばこことかも、結構カーブきついです。前にジャパンタクシーが走ってますけど、ジャパンタクシーはブレーキ踏んでました。でもデリカで言うとブレーキ踏まず、かつそんな危なげがある感じでもなく、ここは曲がれてしまいます。はい、余裕ですね。で、いわゆるスポーツカーみたいにこうロールがあんまない状態でクイック曲がっていくというよりは、車体はしっかりロールするんだけども、ちゃんと踏ん張ってくれる、粘ってくれるっていうような印象があります。でこれなぜかっていうと、ちょっといろいろ調べてみたんですけど、一つは、このデリカのボディ剛性が高いっていうのが一つポイントかなっていうふうに思ってます。リブホーンフレームって言って、この運転席の後ろ側と、あと2列目と3列目の間かなにこうフレームが通ってるんですよね。ちょっと図を出しますが、このフレームによって箱全体の硬さが向上しているっていうのが要因として結構大きいのかなと。で、箱が硬いからサスペンションがその分だけ十分仕事ができるっていうことですね。で、かつレイカ D5 はこのサスペンション割とストロークがあるので、なのでこうやって曲がりますが、ロールをしてもしっかりサスペンションがついてきてくれて、危なげなく曲がれるっていうのが、このなぜかコーナリングフィールがいいみたいなところの、答えかなっていうのは調べていてたどり着いたところですね。はい、そしたらモードごとの違いをちょっと見ていきましょうか。今 4WD ロックの状態で走ってます。いわゆる黒缶車、ジェムニーだったりとかのパートタイム4駆ってオンロードで4駆に入れると壊れるんですよね。これデフの形式上、グリップがちゃんとあるところで4駆にしてしまうと、機械にダメージを与えてしまうんですけども、デリカの4駆でいうと、前後のデフが直接機械的につながっているというよりは、電子制御で電磁的につながっているというような形式らしくてですね、なんで 4WD ロックに入れてオンロード走っても問題ないし、むしろ三菱の公式のホームページを見てみると、横風が強いシチュエーションだったりとか、そういうところでは 4WD ロックに入れることが推奨されていたりします。はい。で、走行フィールの違いをここから見ていければと思います。今 4WD ロックにしてるんですけども、特に 4WD ロックにしていてフィールが悪くなるとこって全くなくて、基本的に走行性能だけを取るのであれば、直進安定性的にも、あとコーナー時の安定性的にも 4WD ロックが一番いいなっていうのは個人的な感触です。はい。姿勢が非常に安定した状態でコーナー抜けられますね。では肉に切り替えます。はい、肉です。
で基本的にそんなに攻めているわけでも何でもないので、大きく変わるかというとそうではないんですけども、こういう道路の微妙なギャップを乗り越えた時とか、わだちにタイヤが取られるような時に後ろのバタつきがちょっとあるかなっていうくらいの違いがありますと。はい、コーナー時の安定感でいうとだいぶ違っていてですね、どうしても多少のふらつきが出たりするので、気持ちよく走ることを考えると4駆に入れといた方が良いっていうのが個人的な感想ですね。ただ燃費でいうともちろん2駆にしてた方がいいので、普通に家族乗せて出かけるような時は全然2駆でいいのかなと思います。ここのコーナー抜けたらモードを変えましょう。もちろん全然問題ないんですが、安定したコーナーを抜けられる感があるのは4駆に入れてる時ですね。では4駆のオートに入れます。やっぱ直進時の安定感みたいなところでいうとだいぶ違いますね。オートに入れるだけでも違う感じがします。はい、では4駆のロックに戻しましょう。こう比べてみるとやっぱ明らかに違いますね。なんか路面への接地感というか安定感が全然違ってきますね。この切れば切っただけ曲がる感じだったりとか、コーナーの安定感でいうと結構違うな。これは素晴らしいですね。僕も含めですが、多分4駆に乗ってた経験がある人ほどなんかデリカ4駆に入れるのになんか恐怖感というか、普通にジムニーとかでやったら車を壊す行為なんで、やっちゃいけないという認識を持ってる方結構いると思うんですけど、デリカ D5 の4駆はオンロードで入れて大丈夫なので、ちょっとぜひワインディング走る時があったら試してみてください。やっぱ圧倒的にコーナーでの安定感が違いますね。こういったコーナー曲がりながらギャップを拾っても全然このステアリングの打角についてきて曲がってくれる感じ。これはめちゃめちゃいいですね。ですけど、ちょっと C1 も走ってみたいので在国に戻るのはやめ、これから辰巳パーキングの方に向かっていこうと思います。辰巳パーキングで湾岸線と C1 を使いながら何周か周回して、今日は終わろうかなって感じですね。時刻も12時を回っているので交通量だいぶ少なくて走りやすいですね。辰巳に着きました。大黒は賑わってましたが、辰巳はどうですかね。ではあと2週くらいして感想を述べつつ動画締めとさせてもらえればと思います。では行きましょう。駐車中に衝撃を検出しました。
録画データをご確認ください。ジャンプしないように気をつけないと。そしたら全力ダッシュ。マニュアルモードにしなくても十分加速鋭いんで、D レンジで十分かもしれないですね。通常の流れに沿った巡航程度であれば正直火球がかからない領域2000回転以下で十分こなせる感じですね。今も1500、1200から1500の間くらいで推移してるイメージです。デリカで首都高を回ってみたんですけども、やっぱり感じるのは、サスがちゃんと仕事してるなっていうところですね。車体合成があるので、車体がねじれずにちゃんとサスがストロークできているというところもそうですし、そもそもオフロードでの走行性能を追求した結果がこのボディ合成の高さだったりとか、あとサスのストローク量があるというところだと思うんですけども、それが結果としてオンロードの走行性能向上に効いちゃってるっていうのがめちゃめちゃ面白いところだなっていうふうに思いました。そうですね。あくまで主戦場はオフロードの車だけども、ここを突き詰めたがゆえに結果的に一石二鳥というか、両取りというか、ができてしまっているっていうのがデリカの面白いところですね。で、やはり2駆と4駆を切り替えると、結構車体の安定感は顕著に変わる感じがしましたね。やっぱコーナーでの安定感で言うと、2駆状態だとどうしても後ろがふらつく感じがしましたが、4駆にすると、本当に切れば切っただけ曲がっていくような感じっていうのが非常に心地よかったです。あとパワートレインで言うと、やっぱり2000回転超えてからターボが効いてくる感じが非常に気持ちいいですね。なので2000回転超えてくるとパワーも出るし、一気に回転が上がっていくので、実際にターボが動いてる感っていうのを感じられて、とても面白いですね。はい、一周終わりました。もう時間も1時も回ったんで、ちょっとこのまま帰ろうと思います。最後にここの加速のところ、加速のとこやって終わりにしますか。はい、今一速。はい、4WD ロック床まで踏みます。3、2、1。2000より上の領域、ターボが回ってから一気に回転数が上がる感じがめちゃめちゃ気持ちいいですね。はい、こんな感じで今回はデイカ D5 で首都高走ってみましたが、いかがだったでしょうか。はい、このパワートレイン関係、アクセルフィールみたいなところがいいのはもちろんなんですけども、やはり結構意外でかつすごいなと思ったのは、
このコーナリングフィールのところですね。一般的に車高高くなればなるほどフィールは悪化しやすいんですがね、このオフロードミニバンっていう、オフロードもミニバンもどっちも舗装路を走るにはネガティブな要素だったりはするんですけども、オフロードを極めようとしたがゆえにサスのストローク量も多めに確保しているわけですし、車体剛性を取るためにリブフレームを入れたりだとか、そういったオフロードミニバンとしての要素を積み重ねた結果オンロードが強くなってしまうっていうのがこのデリカっていう車の面白いところだなっていうふうに思いました。はい、なかなかそういう観点でデリカ運転することってないと思うので、ぜひ皆さんも乗ってみての感想であったりとか、なんかどういう風に思っているとご意見あればお聞かせください。はい、こんな感じですね。今後もデリカ D5 の情報発信、そして車中泊旅、カスタムであったりとか、ホンダビートのレストアカスタム検証動画等々アップしていきますので、この動画面白いなと思っていただけた方はぜひチャンネル登録とコメントをよろしくお願いします。はい、先輩デリカ乗りを皆さんから教えてもらうことって本当にたくさんあってですね、いつもコメント欄楽しみに拝見しております。はい、では引き続き一緒にカーライフを楽しんでいきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。